見てください。本当に多分煙っていうのがはい、ナイスビーチュー。作った水素がもう 10% ここに入ってるんですね。ハイドロジェンセンター書いてあります。で、プロダクトセンター、はい、ご覧いただくと本当にワン、ツー、スリー、ディギング。2024年5月に開催された年に一度のスーパー耐久24時間レース。トヨタイムズでは現地からの24時間生中継に加えて、液体水素を燃料とした水素エンジンカローラの挑戦を追ったドキュメントや、車好きのロンドンブーツ亮さんが訪れる初めての S 隊などなど盛りだくさんなコンテンツを配信してきましたが、実はレースの外でも水素を身近に感じられるさまざまな新技術が紹介されていたんです。お元気ですか？イベント広場に来ました。ドーンと飛び込んできますね。 FCV トラック、水素ですよ。お、水素タウン、こんなのもあるんですね。水素で未来を変えていく。こんにちは。どこからともなく現れましたね。こんにちは。よろしくお願いします。今回ポータブル水素カートリッジ、これが街の中にあったらどのように使われるかっていうのをちょっとジオラマで表現しました。水素を簡単に持ち運ぶことができるポータブル水素カートリッジ。今後のトヨタイムズニュースで詳しくお伝えしますのでお楽しみに。水素ステーション。水素ステーション。はい。水素ステーションでポータブルカートリッジに充填をします。こっちお家に行きます。はい、お家に着きました。中に水素グリラーが入ってますね。あ、また入ってますね。はでここでまた調理で使えますと。ポポータブルカートリッジがあると水素が身近なところでどんどん使えるようになるんじゃないかと。水素が来ません。あ、水素が来ました。あ、来ました来ました。水素運んできたトラックが。で水素入れたらどこに次行く？そこにあるマンション。マンション、オッケー。マンションまでじゃあ走って。みんな楽しそうでいいですね、本当ね。水素って普通に言ってるのがいいですね、子供たちがね。水素ってもう自然に出てくるし、ね、発電機のことこれって何って聞いてくれるんですよ、たくさん。はいはい、そしたらあそこにあるんで、やっぱこれですって説明できるし、ね、よかった。いいですね。ピザ焼くやつ。かわいい。こうやってね、並んでますね。こちらもね、水素キッチンカーですからね。藤原さんいるかな？あ、いる。藤原さん。大盛況ですね、また。以前ご紹介しました体に優しい森蔵ドーナツ、サーキットでも大人気でしたよ。藤原さん、ごめんなさい。で、富川さんね、今日ドーナツちょっとフォーカスされてますけど、実はあっちの水素ピザ窯。ピザ窯、色が変わってる。でもこれで、これ水素のピザ窯で焼くことで、水素特有のこう水分がこもってる中で高温で下で焼きますから、もう下はサクッと、上はふわっと。いろんな種類やってますね。乳製品も使ってないマヨコーン。ちょっと待って。マヨコーンで乳製品使ってないんですよ。嘘でしょ？本当。豆乳とマスタードとお塩とビネガーだけで作ってきたんで、これ召し上がらないと分かんないです、富川さん。そうですね。はい、ドキドキするな。もちもちの生地で米粉をベースに作ってて、生地にはおからが入ってるんで糖質も下がってて、ちょっと麹っぽい味します？ちょっとします。味噌が入ってるんです。そう。白味噌が入ってるんです。アレルギーは大豆なんで。うまい。お、よっしゃ、よかった。パリっていうよりもふわっていうよりももちっていう感じで、そこにコーンのシャキシャキ感がくるので食感のバランスがすっごい楽しい。マヨネーズの感じもするから、体にいいっていうのが不思議。一人でも多くの人に美味しい水素の体験もしてもらえますし、食べて美味しければこう納得していただけるんじゃないかと思って。みんな心配なく楽しめる。結構試行錯誤してお店でやってもあんまりうまくいかないんですよ、実は。でもこれだとうまくいくんですよ。これはもう水素のピザ窯のポテンシャルだと思います、本当に。冷えたらどう？冷えたらどうでしょうか？冷えたら食べたことない僕も。これ冷えてますよ。冷えたら怖いな。怖い。もちもちのまま。ほらすごい、ほら水素。これね、伝わんないんだよな。だって硬そうに見えるじゃないですか、こう見ると。めちゃめちゃ硬そうですよね。これがもちもちなんですよ、食べたら。次ですね、ちょっと健康美容というジャンル健康美容も入りました。興味あります。本当ですか？補足情報なんですが、今回このピザ窯の水素は、
これ山梨県ので作られたグリーン水素ですね。グリーンなんだ。 CO2 が出ていない水素。ピザ窯に水素を供給するだけではなくて、はい今回ですね、こちら新しい何水素ファインバブルの湯なんですかこれ。トヨタ通商さんとサイエンスサイエンスさんがミラブ一緒にやってるルですね。マジックがプイーってやって取れるやつそうですすでよね。本家のサイエンスさん。へえ。どうですか、気持ちいいですか。本当嘘ついてない失礼いたします。すごい白くなって柔らかい。すっごく柔らかく感じる。あ、気持ちいいね。ね毛穴の10分の1ぐらいに直径の大きさのお湯の中に水素を閉じ込めた気泡を毛穴の10分の1。ファインバブルの中に水素を閉じ込めまして、はいお風呂に入る足湯に使っていただくだけで体の中にどんどん取り込めてしまうというようなものになっております。ファインバブルでずっとやってらっしゃって、はいめちゃめちゃ売れてます。知ってます。ありがとうございまでも水素を使うともっと良くなるってことですか。す。もっと良くなるといろんな仲間が増えてますね。はい、本当に、はい、ご協力いただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。仲間は大事ですね。仲間作り、はい、水素は仲間作りです。さらにケータリングのうなぎも水素グリラーで調理されていたんです。この匂い最高です。ありがとうございます。水素ガスで。水素ガス。はい、焼かせてもらいまし水素はちょっと違います。た。水蒸気なんで、焦げが少なくて。水分がちょっと。はい、ね、うなぎはすごいふっくらがあります。あ、ふっくらがある。はい。これ水素で焼くの初めてですか。生まれて初めてです。あ、そうですか。はい森蔵さん嬉しそう。50です。さてお味は。いや、本当美味しい。ありがとうございます。っていうか、ふんわり感違う。ね。いや、これ、本当すごいわ。水素相性いいんですね、うなぎと。いや、水素って何でもいいけど、特にね、うなぎは。はい。ね。相性良さそうですね。ほわほわほわ。ああ、いいな。ああ、いいな。美味しそう。美味しい。おお、また面白いもの作りましたね。水素の炎のかまどです。はあ、今実際に炊いてるんですか。はい、ご飯を今炊飯しています。面白い。人と未来を結ぶ結び。おむすびとかけてるわけですね。この炎の揺らぎがはい。水素の方が酸素を求めて燃焼しますんで、はいこうすごい揺らいで癒されるというか、はこう視覚で楽しむと言いますか。い。いいですね。水素が好きな人たちが作ったって感じですね。そうですね。周りは木材に見えますが、実は燃えにくい素材が使われていて、水素や熱を逃がすことができるようにデザインも工夫されています。結構細かいところまで計算し尽くされてこのデザインになってるんですね。そうですね。はい。台座にも匠の技が隠されていました。私たち車作りの会社なので、はい。やっぱり車生産するときに保全性ってやっぱ考えてしまうんですよね。こういうおお。ハッチがありまして、はでこれユニットごとこう取っちゃって、はい交換しちゃえばすぐ修理できるよとか。へえ。台座に潜んでいたのは制御盤。先ほど説明は外にあったんですけど、見た目で。そうですそうです。このデザイン衣装性で。おお、でも綺麗。すごく綺麗。そうです。これもどこに置くかっていろいろ考えたんですよね。いやそうなんですよ。ね。水素の火じゃないですか。はい。だから水がこうつくんですか。あ、そうですそうです。火がついてるのに水が出るってなんか面白いですね、やっぱり。そうですね。このガラス私作ってから一回も吹いたことないですよ。綺麗にしてくれるんですか。そうです水。そう洗ってくれてるんだ。そうなんですよ。へえ。これ勝手に綺麗になってて、これは本当に僕もびっくりしたところで。ね。そしていよいよご飯が裏じゃなくていいの。炊けたようです。うわー、うわー、いい香り。あ、おお、粒が立ってる。成功だ。成功だという言葉が出ました。こ
ここに顔突っ込みたいぐらい。ダメです。ダメです。はい、せっかくなのでおむすびを握らせていただくことになりましたが、あちゃあちゃあちゃあち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 。炊きたては想像以上の熱さでしたが、なんとかおむすびは完成。はい、どうでしょう。ああ、おいしい。食感がちゃんと残ってるんですけども、硬いわけじゃなくて、ちゃんと口の中でホロホロっと崩れていって、噛むと甘みがシュワーっと出てくるんで、めちゃめちゃ美味しいおにぎりです。欲しいですか？なんか美味しそうに食べられてるんで僕もお腹が空いてきましたね。これまでスイスの取材を続けてきて、はい、窯にたどり着くとははい、思ってもみなかったんですけど、はい。なんでまた日本古来の伝統とか文化、こういったものを大切にしたいというところと、あとは我々の自動車技術ですね、ものづくりの技術を使って、できることと、我々ができることというのを模索してました。まだ一般の方はちょっと水素だと危ないんじゃないかなとかですね、爆発するんじゃないかなって、そういう思いの方も多いと思うんですよね。なんですけど、そういったものづくりの力でもって、安全に火を燃焼させるっていう、そういったところがまず一つ大事かなと思ってます。それを皆さんに分かりやすく見てもらうと、体験していただくといったところを、これでちょっとできたらなと思ってました。しかも、はい、いろんな、水素グリルも含めて、はい、食材をより活かせるっていうところがまたね、そうですね、素晴らしいですよね。はい、これはだから生産者も嬉しいし、食べる方も嬉しいし、はい、そこをつないでる役目っていう感じですよね。なるほど、そうですね。我々自動車以外のこういった仕事をやらせていただいたおかげで、いろいろな企業のパートナー様と水素をキーワードに仲間づくりがですね、非常に広がってまして、いろんな方に本当助けていただきながら、協力いただきながらこういったことを進めてきています。はい。ここまで生活での水素活用を目指すためのさまざまな取り組みをご紹介しましたが、水素を一般家庭で活用し始めているという会社が実はオーストラリアにあるんです。もちろん取材してきました。実際に水素を活用している会社でお話を伺います。ラセルさん、Hi, nice to meet you. Good to meet you. Hi, nice to meet you. Welcome, welcome. 石炭や液化天然ガスなどで世界有数の輸出量を誇るオーストラリア。2019年に国家水素戦略を発表し、国を挙げてクリーンエネルギー大国への変換を図っています。オーストラリア西部のパースに拠点を置き、地域住民80万人にガスを供給しているアトコでも現在は水素を活用し始めているんです。When we've got more power than what we need, and after we've recharged the batteries that we also have on site that help run the facility overnight when the sun's not shining, we actually produce hydrogen through electrolysis. So this is our electrolyzer here. 太陽光で発電した電力と水を使って水素を生み出す水電解装置。そこで作った水素を天然ガスとブレンドするそうです。ハイドロジェンが入ってきて、So natural gas comes in, hydrogen comes in at this point. It blends and goes back out into the network. So our customers are now receiving lower carbon gas. So renewable gas. 混ざってるんだね、このね、水素がね。実際にブレンドしたガスを周辺の地域に供給しているそうです。もともとガス会社でいらっしゃいますけれども、なんで水素もそこで使おうって思ったんですか？ Natural gas is a safe, reliable, affordable source of energy today and used widely across the globe. But we also want to reduce our carbon emissions. We want to reduce our emissions by 30% by 2030, but net zero by 2050. この水素を家庭で活用するとどうなるのか、モデルハウスを見せてもらいました。 It's pretty nice, isn't it? This is a 4-bedroom, 2-bathroom home that ATCO's built. And what we've got is we've got a range of appliances in here that we'd see in a home around Western Australia. This cooktop is taking 10% hydrogen, and we can light it up and show you now. あそこで作った水素がもう 10% ここに入ってるんですね。ああ、出てる火が。You can see. Yes. 10% hydrogen. 奥ね、奥。水素活用の取り組みを進める一方で、国全体の水素の需要はまだまだ限定的。
日本と同じ課題を抱えています。まだまだオーストラリアでは水素普及していませんけれども、今普及させるためにどんな課題を持っていらっしゃいますか？ Some of the challenges with hydrogen today is the infrastructure. So in order to bring more vehicles and trucks and buses and passenger vehicles, we need the refueling stations to help support those. And so it's a bit of what they call the chicken or egg issue. It's same with production. We need more production of hydrogen in order to expand, but also we need to see the costs come down. We're very fortunate for things like natural gas. It's very cheap here in Western Australia. And so the cost of hydrogen now is a little bit expensive because, you know, the electrolyzers still need to come down in cost, as well as some of the renewable energy costs. So that's why we're working really hard on trying to bring the cost down to help expand its use across Australia. 続いて向かったのはオーストラリアトヨタに水素センターがあるんですね。入り口入ってすぐのところにあるんですけど、水素バスが止まってます。ここで給水素するのかな。あー、書いてある H2 給水素。あ、未来も止まってますよ。ハイドロジェンセンター書いてあります。アンドレューさん、はい、ナイスミーチュー。Welcome. Thank you for coming to Toyota Australia, our hydrogen centre. Welcome. ハイドロジェンセンター。 This side is our manufacturing site, which unfortunately closed up in 2017. And one of the big elements that we have focused on is having a hydrogen centre. We can make hydrogen here, we can have dispensing hydrogen, and we have a lot of different vehicles also which are powered by hydrogen as well. And we showcase that to employees and external people. And なんかいっぱいこう会社の名前が入る。パートナーだ。仲間たち。That's right. So this facility, we had some funding support from Australian government. They helped us provide the funding to establish this facility. And we had many other business partners as well who had the technical know-how to help us do that. 政府も含めていろんな仲間たちと一緒にやってるんですね。大事なことですね。中に入ると、おー、すごい。なんかショールームみたいになってる。Big space. こちらは社内外の人々や子どもたちが見学できるようになっていて、水素を作る過程や燃料電池の仕組みなど水素について学ぶことができます。 Well, particularly for a market like Australia, exports of hydrogen is very big interest. Australia is a very large country. We have a lot of capacity for solar panelling. We have a lot of interest to make hydrogen in very large scale and ship or transport to overseas markets such as Japan and South Korea and Germany and other places. Very big opportunity for Australia. だから国を挙げてパートナーもいっぱい募って本気なんですね、水素に対してね。Hydrogen for export, hydrogen for blending with gas and many other things, big opportunity. さらに水素モビリティの整備ができる施設や燃料電池を使ってバッテリー EV への充電ができる設備など水素の取り組みに直接触れることができるんです。子どもたちはこうやって水素に触れてどんな感想を持たれてました？ We have had many student groups come through and visit our facility. Now they have much better idea, much better understanding. So also creates opportunity for consider maybe future job opportunities, careers and things. 工場の撤退ということになって雇用も失った部分がありました。でもこうやって未来に向けてこういう水素を使った仕事がどんどん生み出されていくよって考えると、それが子どもたちにこうやって伝えることによって未来への仕事への種まきになりますよね。官民が一体となって水素活用へ取り組んでいるオーストラリア。日本とどのように連携していくのかも注目したいですね。そしてかつての工場の跡地が次世代のエネルギーを考える場所に生まれ変わっていたということも印象的でした。今回のワールドトヨタニュースは引き続きトヨタオーストラリアから社員食堂の様子をご紹介します。案内してもらうのはですね、このオーストラリアトヨタの副社長でトヨタイムズニュース特派員の神野さん。やっとお会いできました。はい、ロングタイムのスイー。本当に来てくれたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。トヨタオーストラリアは2017年まで44年間カムリやオーストラリア専用車オーリオンなどの生産を担ってきたアルトナ工場の跡地に作られました。アルトナ工場はトヨタが海外進出を始めた頃に操業を始めた歴史ある工場。
現在の社屋はその由緒を守ろうという思いにあふれていました。2017年のクローズはしましたけれども、この土地は一切切り売りせずに全部土地を残して建屋もできるだけ再利用をして新しいオペレーションを今この土地の中でやってます。つまりは社食がこの中にあるってことですね。その通りなんです、はい、しかも社食はこの一丁目一番地の一番いいところ。すごい。もともとはここはエンジンセンターでした、はい、ここでエンジンを作っていた場所が、エンジンを作っていたところに今は社食がある。はい、いいですか、見せていただいて。ぜひ行きましょう。これ説明長そうだ。プロダクトセンター。はい。お、かっこいい。ここがもう社食なんだ。社食です。オープンカフェみたいな感じですね、はい、やっぱり社食はみんなが集まっていろんな話をする、そういった意味で一番目立つところに、みんなが集まりやすいところに作ってあります。でパッと正面ご覧いただいた通り、こちらにはトヨタオーストラリアの歴史を展示してあるスペースがあって、どんなことがあって今に至っているかということがずっと時系列で簡単に追えるようになってます。ということは、はい、従業員のためにこういう歴史を知ってもらおうとか車を見てもらおう。おっしゃる通りです。まずは我々一番大事なのは従業員の気持ちと理解。このメンバーがしっかり我々がどうやってここに至ったのかということを理解しておくことによって、トヨタオーストラリアはオーストラリアにおいてトヨタをリプレゼントできる。やっぱりそこが一番大事なところだと思ってます。面白い。ちょっと見ちゃいます。行きましょう。ああ、車がすごい歴史ある車に変わってきましたよ、はい、まず一番最初に緑の車をぜひ見てほしいです。あれは伝説のそうです。ランクル。はい、このランクルの古い形の車を十数台ニューサウスウェールズの水力発電のプロジェクトに持ってくることができました、はい、深い山を分け入っていく上ではやっぱり頼りになる車が必要だということで、トヨタ自動車のランドクルーザーに注目をしトライをしてくれました。へえ、はい、綺麗に残ってますね。はい、一生懸命探したというふうに聞いてます。走るんですかこれ？走ります。ちゃんと手入れもしてる？してます。へえ、はい、トヨタのエンジニアが日本からそのオーストラリアのこの車が使われているスノーウェイマウンテンまで来て、はい、壊れたと言っていただいたことに対して現場で直して作業ができるところまで確認してから日本に帰るというふうに聞いてます。喜一郎さんがトラックが故障した時に走ってって直したっていうのと一緒ですね。はい、喜一郎さんの思いっていうのはしっかりとオーストラリアの人たちにも伝わってたんですね。まさにレガシーですよね。そして菅野さんは最後にそんなトヨタオーストラリアにとって欠かすことのできない一台を紹介してくれました。こちらです。おお、ハイブリッド、すごい。これシドニー？こちら側はシドニーです、はい、じゃあ反対側はメルボルン。そうなんです。生産を撤退するというタイミングで我々はオーストラリアのオペレーションの見直しも決定いたしました、はい、シドニーにあった当時の販売チームにメルボルンに来てもらいたい。それは距離の問題、生活の問題においても大きなチャレンジでしたので、生産撤退だけではなく一つのチームにこのメルボルンで新たに生成する意味で、こちら側にはメルボルン、向こう側にはシドニーが1台の車の中に凝縮してこれから一緒に頑張っていこうというメッセージもこの車には入ってます。まさに過去から続いてきて未来に向かっていくのがこのメルボルンっていうことですね。そうです。工場はなくなったけれども雇用を守りつつ、はい、みんなで頑張ってるよっていうのはこっちの未来になるわけですね、はい、水素、バッテリー EV、いろんな車がこの国には必要です。そのマイルストーンごとに我々の思いがこもったものはぜひここに引き続き展示をさせてもらって長くトヨタの歴史をオーストラリアで続けていきたいと思います。はい、今日は特派員の菅野さんにお伝えいただきました。ありがとうございました。で終わりたくなっちゃうじゃないですか。社食。あ、間違った。忘れてた。社食。行きましょう。というわけで本題の社食紹介。ちょうどランチタイムだったので菅野さんと親しい社員の皆さんにご一緒させていただきました。こっち側がサンドイッチサラダ、こっち側があったかいご飯、いろんなオプションがあるので毎日使ってます。すごい美味しい。フラットブレッド、クロッサン。いや、でかい一個一個がねえ。こっちにこれ何、ミートパイ？ミートパイ？ミートパイ。ミートパイ。これもオージーが大好きです。オージーが大好き。これ割と食べなきゃいけない気がします。デザートもあるんだ、ドーナツとかも。充実してますね、この社食。とっても楽しいと思いますね。人気のミートパイをしっかりマークしつつ、お料理のコーナーも覗きます。チキンサラダ？
Yes. Looks like this has extra vegetables, and then there's couscous down here. クスクスも入ってる。で、お寿司も置いてある。Which do you choose? Can I just grab one of these salads here? このサラダ。ハンナさん、このサラダ。 Thank you. Thank you so much. うわー、美味しそう。何これ。これライスでしょ？ Yes. あ、美味しそう。これは？チリ。 It's vegetarian. もっと辛そう。A little bit spicy ちょっとだけなのでこっちはベジタリアン用でお豆を使ったのでこっちはお肉が入ってるこれどうしよう。いや、ハンナさんに決めて。Which do you recommend? Is it the what one? Meat pie and a salad. ミートミートパイ&サラダ。Balance. OK。バランスじゃあ、this one please。というわけでおすすめの言葉に迷いのないハンナさんを信じて富川はサラダとミートパイをいただきます。ドレッシング。僕ね、ごまドレッシング好きなんでもういっぱいかけます。よし。豆からいきましょう。ビーンからいきます。いただきます。おいしい。これ枝豆みたいな感じだけど、でも粒がちっちゃくて噛んでると大豆みたいな味が出てくるんですよ。What kind of beans? 枝豆？あ、やっぱり枝豆なんだ。ちっちゃいですね、日本より。しかも丸い。そしてこのサラダ、なんと中にはあれ、チキンの下にサラダなのにそばが入ってるよ。サラダでジャパニーズそば。Mixed it all together. ミックスね、ミックス。いただきます。はい。サラダうどんがあるからそんなに抵抗感ないです。ここ混ぜてごまドレッシングもついているので、サラダうどんと冷やし中華の間みたいな感じですね。さあメインディッシュのミートパイ、ケチャップをたっぷりかけて食べるのが王子流なんですって。はい、ビーフがいっぱい入ってます。これをいただきます。おいしい。中のビーフがミンチなんですけど、すごく柔らかくなっていてとろっと口の中に入ってくるんですね。おいしい。楽しいランチにご一緒させてくれたトヨタオーストラリアの皆さん、ありがとうございました。そしてごちそうさまでした。